はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私ちょっと前にサイズがほぼ同じなのに容量がアップした激安の超長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー過去 230Ah モデルっていうのを測定しましたけども、同じ激安モデルで今度は容量が同じなのにサイズが超コンパクトになったモデルっていうのが登場したみたいですので、本当にそんなことができているのかいろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、実用量測定してみたり電圧の変化なんかも測定してみたいと思います。あとついでに個人的にやってみたかったポータブルエアコンのバッテリーからの DC 直結駆動っていうのも実験してみたいと思います。で今回測定するバッテリーや測定に使った機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。で大体容量そのままでコンパクト化とか歌ってる製品って中身の容量が嘘だったりすることが多いんですけども、果たしてこれはどうでしょうかね。で今回測定してみるバッテリーがこれ LI タイム製リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 100Ah ミニっていうやつですね。でスペックはと言いますと、容量は 100Ah12.8V 換算で 1280W 時ですね。で定格出力が 100A、 バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、重放電サイクルは4000回以上、サイズは 260×133×227.5mm、 重量は約 8.6kg っていう風になってます。やっぱり目につくのはさすがリン酸鉄、重放電サイクル4000回以上の超長寿命ですね。そしてリン酸鉄、寿命以外にも安全性が高いってことや放電振動が大きいとかいろいろいいところまだありますので、気になる人は過去の動画で詳しく説明していますので、そちらの方も見てみてください。でこいつ 100% 放電した場合の寿命は4000サイクルってなってますけども、 80% までしか放電しなければ6000サイクル以上、60% までしか放電しない場合だとなんと1万5000サイクル以上っていう寿命になるんですね。というわけで使い方によっては寿命を伸ばすことが可能です。はい、中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのがネジ、 M8 のネジが4本と安全キャップがついてますね。それからこれはパンフレット類、謎のクイズやステッカーも付属しています。それから取扱説明書で、これすべて中日本語&フルカラーで書かれているのでめちゃくちゃ分かりやすいですね。はい、じゃあ早速本体見てみますかね。でまずは正面からなんですけども、はい、特に何もないですけどロゴと仕様が分かりやすくでっかく書いてますね。で側面見てみると、はい、これを持ち手があるだけで特に何もないですね。で背面を見てみると、はい、こちらもですねいろいろ書いているだけで特に何もないです。そして逆サイドの側面も特に何もなくって、で上側見てみるとプラスとマイナスの端子があってカバーがついてますね。で使うときはこのカバーを外して先ほどの M8 のネジをねじ込んでケーブルを固定するような形になりますね。ちなみに持ち手こんな風に普通に持てるんですけども、この根元のとこちょちょいといじると、はい、こんな風に簡単に取り外すことができます。据え置きで使いたい時とか何かに組み込む時って取っ手がある邪魔なので、こうやって完全に取り外せると非常に便利ですね。もちろん取り付ける時も簡単に取り付けることができます。はい、容量そのままでめちゃくちゃコンパクトになったっていうことなので、通常モデルと比較してみたいと思います。で右が以前測定した通常モデルなんですけど、はい、もう見た目から全然違いますね。スペックを見ると横幅が約10センチ小さくなって、奥行きも4センチ小さくなっていて、で高さだけ約1センチ高くなったって感じですけど、全体で見ると約 35% 小さくなったってことになってますね。それから重量も約 11kg から 8.6kg っていう風に軽くなってますので、かなり軽量化も進んでますね。
同じ容量でここまで小さくなるっていうのはかなり驚きですね。で2つ重ねて比べてみますと、正面から見るとこれくらい小さくなっているっていう感覚ですね。そして側面から見ていますと、奥行きに関しても結構違いますね。かなりスリム化したように見えます。で確かに高さ並べてみますと、若干盛り上がった感じはしますけども、個人的にはこれくらいは全然気にならないですね。というわけで視覚的に比較してみてもこれ全然コンパクトになってますね。じゃあ次はですね、早速インバーターつないでポータブル電源化して 100V の製品使ってみたいと思います。でつなぐインバーターはこれ2万円くらいで売っていた 2000W まで出力できる制限波インバーターですね。ではこいつを出して接続していきます。でも付属の線をつなぐだけなんですけど、こんな風にカバーがついてるのでこれパチッと外してここにケーブルをねじ止めします。あとはマイナスをつなぐだけなんですけど、これ経験上絶対バチってなります。ただこのバチッとなるのを防ぐ方法があります。使うのはこのセメント抵抗ですね。本当は1個でいいんですけど10個セットしか売ってなかったので、この中から1個取り出して使います。では片側をネジで固定して接触させると、全然火花出ないですね。で見た目じゃ全然わかんないですけど、今これ抵抗の中を通って電気がゆっくり流れてる感じです。で手で触ってみるとあったかくなってるので、ここで電気が使われてる感じですね。で少し待ってインバーターの中のコンデンサーがチャージされたらもう大丈夫なはずなので、そのままマイナス端子をつけてみますと、全然バチッともならないですね。ではこのままマイナス端子も装着します。ちなみに今回使ったセメント抵抗は 5W4Ω っていうやつになります。というわけでマイナスもネジを締め終わったらこれで完成ですね。でこのままだとフラフラするので簡単に固定しておきたいと思います。使うのはこれクロコダイルグリップっていう両面テープです。これ剥がそうと思えば剥がせるんですけども、結構強力にくっつけることできます。これで持ち運ぶときに少し便利になりましたかね。では電源入れてみますと、上に電圧が表示されるんですけども DC と AC が交互に表示されます。 DC の方が 13.4V、 AC の方が 110V っていう風になってます。というわけでもう電気流れてるようですので、これでポータブル電源化完了です。じゃあこのバッテリーが本当に 1280W も出せるのか実験してみたいと思います。まずつないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続してまずは中で運転してみます。風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、約 700W。 全然大丈夫そうなので強で運転しています。ではこの時の消費電力はと言いますと、約 850W。 まだ大丈夫そうです。で次につがえてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども 200W400W 切り替えて使うことできます。ではこれを 200W にセットして、この時の消費電力はと言いますと、約 1100W。 もうちょいいける。というわけで 400W 駆動にしてみますと、この時のトータル消費電力はと言いますと、約 1300W。
スペックの 1280W 以上全然使えてますね。たださすがにここまで使うと電圧ドロップしてるみたいなので、フルに使う場合はもうちょっと余裕を持った方がいいかもしれないですね。というわけで超小型のセラミックファンヒーター、それからコンパクトなカーボンヒーター、これらめちゃくちゃ電気を使う暖房家電が今このバッテリーとインバーターで全て同時に動いてる感じですね。1300W まで使えると大概の家電は動くかと思われます。ちなみに DC12V の電流どのくらい流れてるのかと言いますと、はい約 94A というわけでスペック上限の 100A 近く流れてるっていうのが分かります。はい、じゃあ次は 12V で使った時の実用量測定してみたいと思います。で使うのはこれ電力量計です。でこいつ本体にバッテリーマネジメントシステムが搭載されていて、電圧が低くなると自動で供給を停止する機能がついてますので直接線を接続します。で電力を消費する機器は何かと言いますとポータブル冷蔵庫です。では配線を接続しますと、はいちゃんと問題なく動いてるみたいですね。で今の測定状態はと言いますと、はい 13.2V くらいで約 40W 消費しています。それでは時間を置いて見ていきましょう。ちょっと消費電力少なすぎてなかなか終わらなそうなので、ちょっと電気使う機器を追加したいと思います。で使うのはこれ強力な扇風機ですね。これで冷蔵庫の中の冷気を追い出すことでさらに冷蔵庫の消費電力もアップさせたいと思います。はい結構時間経ったんですけども、扇風機と冷蔵庫が消えて電力量計も消えてますね。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい 1329W 時使えたってことになってます。あれスペックの 1280W 時より多いじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、バッテリーは放電レートや BMS の性能、気温なんかによっても変わってきますので、スペックを上回るっていうことは十分考えられるんですね。はい、では実際のスペックの何%使えたのかと言いますと、はい約 104% 使えたってことになってます。超コンパクト化しましたけども、スペックより全然多く使えるっていうことが分かりましたね。ちなみに電圧の変化と消費電力量をグラフにするとこんな感じで、青い線が電圧の変化で左側のメモリを見ます。これを見ると使い始めてから使い終わるちょっと手前までずっと 12V 以上維持できてるってことは分かりますね。さすがリン酸鉄優秀です。はい次は充電するんですけど、使うのはこれ同じメーカーのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器です。で使い方は簡単。ワニ口クリップをプラスとマイナスに接続してコンセントに接続すれば、はいこれで充電開始ですね。で今の消費電力はと言いますと、だいたい 260W くらいですかね。じゃあこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい充電完了して緑ランプになってますね。では充電にかかった時間はと言いますと5時間40分
まあ 20A 充電なのでこんなもんですかね。ちなみに充電にかかった電力量は 1.64kWh でした。でちょっと前の実験で AC100V よりも DC 駆動の方が電力が効率よく使えるってこと分かりましたので、今回は普通に DC 駆動もできるこのポータブルエアコンを使って実験してみたいと思います。まずは比較のために AC100V で動かしてみます。それでは電源をオンにしますと、はいはい、いい感じに動き出しましたね。でこの時の消費電力はと言いますと、はい約 200W で、ただこれインバーターで変換された後の電力ですので、正確な数値を出すために DC に流れている電流を測定してみます。はいはい、約 17A で、バッテリーの電圧が約 13V くらいなので、バッテリーから取り出されている電力は約 221W って感じになりますね。それでは一旦インバーター取り外します。で使うのはこれ DC 接続用のケーブルです。これをポータブルエアコンのところにつなぎ替えて、バッテリーのプラス端子とマイナス端子にネジ止めします。はい、では電源を入れてみますと、あれ E1 ってこれエラーってことなのかな。あれでもなんとなく動いてそうな気配はするけども、ファンは回ってますけどコンプレッサー動いてないって感じですね。あ、そうだ、こいつ AC アダプターの仕様を見たら 24V って書いてますね。やっぱり 12V ではちゃんとコンプレッサーが動かないって感じですかね。というわけで DC24V を作るためにもう1台接続します。でこれ前の標準サイズのやつなんですけども、あんまり気にせず直列につないでみたいと思います。はいはい、これで配線が完了しましたかね。それぞれのバッテリーからプラスとマイナスを取って、逆サイドのプラスとマイナスはそのまま接続というわけで、今直列つなぎ状態になってますね。ではこの状態で電源を入れてみますと、はい、今度はエラーの文字が出ないですね。はいはい、だんだん音が盛り上がってきて、コンプレッサーもちゃんと動いてるみたいですね。というわけで2台直列つなぎにして 24V を作ってあげると、ポータブルエアコンもちゃんと動かすことできます。ちなみに電圧は直列接続したので、はい、約 26V っていう風になってますね。ではこいつの今の消費電力はと言いますと、約 7.8A で、これに先ほどの 26V をかけますと消費電力は約 203W っていう感じですね。で AC 接続の時が約 220W 使ってましたので、 DC 直結の方が約 20W くらい少ない電力で動かせるって感じになってますね。というわけでやっぱり AC100V に変換してから使うよりも DC 直結で使う方が効率よく電力使えるっていうことが分かりましたね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、サイズはめちゃくちゃコンパクトになりましたけど、実用量ちゃんと想像以上入ってます。
でちゃんとバッテリーマネジメントシステムの低電圧保護で出力もカットされてますし、 1300W での使用も特に問題なしで、充電もしっかりできることを確認できましたので、スペック通りの実力をちゃんと持ってますね。それから2台直列に接続すれば 24V 駆動のポータブルエアコン動かせるっていうことも分かりました。ちなみにこいつ4直列4並列までできるらしいので、例えばその組み合わせだと 2480W 時で約 20kW 時の容量になるので、家1軒丸ごと賄えるくらいの容量になりますね。というわけで、とにかくコンパクトで安いバッテリーが欲しいっていう人、防災用に簡単にポータブル電源を作りたいっていう人、キャンピングカーとかでサウバッテリーシステムを組みたいっていう人にはおすすめなバッテリーかと思います。で詳細情報やセール情報なんかがありましたら下の概要欄に追記していきたいと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらちょくちょく覗いてみてください。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。